私が制作しているのは都市の肖像をテーマにした彫刻とか、あとワークショップの通じたプロジェクトを行っています。インスピレーションは人が都市の中で生活をしている活気が見られる瞬間から私はインスピレーションを得ていて、例えば雑居ビルが立ち並んでいる空間の中に人が生活している様子とか影が見える瞬間とか、あと同じようにグラフィティとして人が名前を書き残しているっていう行為から、その雑居ビルにしてもグラフィティにしてもその共通しているのは、人々がその自分の個の主張を表面に出てきている、表面化してきている状態だと思うんですね。で、その表面化してきていることで、それは一般的にその汚いとか醜悪であるとかごちゃごちゃしてるって言われがちだと思うんですけど、でも私はそういったところから人の活気とか、その都市としての強さとか美しさが見出せるんじゃないかなと思っています。私が場所、参加者の場所の記憶とかをすごく強く感じたハワイでのレジデンスっていうのが一つ大きなきっかけであって、でそこではポートレートをテーマにしたワークショップを行ったんですけれども、あなたにとって重要な場所を教えてくださいって参加している人々にそれぞれ呼びかけました。ハワイっていう土地柄から自分のバックグラウンドに加えて、その自分の祖先がどこに住んでいたのかとか、自分の古い友人はアメリカの本土に住んでいるんだっていう話を聞かせてくれました。でそういう話を聞いていて、私は離れた場所同士っていうのが一人の場所を通じてつながった時に、明らかにポートレートって呼べるものが見えてくると強く感じました。でそういったことを経験を通じて、そのワークショップを通じて作品を作っていくっていうことを確立していったと思っています。私は大学の学部の時に金属工芸を専攻していたんですけど、でそこでその専攻している間に金属っていう素材自体が都市っていうすごく巨大な構造を作っているっていうことに気がつきました。でそれがきっかけとなって今でも都市をテーマに制作をしているんですが、今はそこからさらに発展させて、そこに都市に住んでいる人の記憶にフォーカスをしています。記憶にしても素材にしても共通して言えると思うのは、記憶と素材も両方とも必ずそれが生じてくる理由があるっていうことだと思います。で、そういったことに気づいたのは自分が短い間だったけど、工芸っていう技術を学んでいて、で技術っていう一つ一つの理由が最終的な形態を作っていくっていうことを学んでいたので、今の経験とか記憶っていうものも理由があって生じてきていると考えるようになりました。私が都市の肖像をテーマにしているって言っているんですけど、そこで私が求めているのは、ある場所の明確な像を求めるっていうことではなくて、都市っていう言葉自体がその人の経験とかイメージを元にしているとしたら、
都市っていう言葉は場所を超えて、その社会全体のポートレートとかイメージ、全体像になっていくと思うんですね。で、その方法を探求していくことを考え続けています。